今回はウィリアムズ FW16 のパート2です。実現しなかったセナへの挑戦。94年シーズン、チームメイトにセナを迎えたデーモン・ヒルは何を考えていたんでしょうか。どのようにシーズンに挑んだのか紹介したいと思います。あと合わせてシューマッハのシーズン当初のインタビューも紹介したいと思います。まずはヒルのインタビューです。僕はアイルトンに挑戦する。アイルトン本人にもそう言ったし、自分自身にもそう言い聞かせているんだ。もちろん実際に倒せるかどうかというのは別の問題さ。でも最初から勝負を諦めるなんてドライバーとしてこれ以上情けないことはないだろう。93年に急成長して3回優勝したデーモン・ヒルなのでトップドライバーの一員と言っていいと思うんですけども、とはいえこの時最速のアイルトン・セナがチームメイトにやってきて改めて挑戦するという気持ちになっていたわけです。デーモン・ヒルらしい非常に落ち着いたものの見方ですよね。セナが速いことはもちろん認めてるんだけど、それに挑戦しなければレーシングドライバーじゃないと。で、実際に倒せるかどうかは別の問題。難しいだろうという予測をしているわけですね。ただ、これからどういう風に仕事をしていくかについては彼とは話がついている。一言で言うと、それぞれ勝手に自分のことをするんじゃなくて、一緒に協力していこうという結論になったんだ。これもヒルらしいですね。どういうふうに仕事をするかというのは、要するに車をどういうふうに良くしていくかということですよね。それについては一緒に協力してやっていこうということです。それにアイルトンに隠し事をして得られるメリットよりも、アイルトンと一緒に仕事をして得られるメリットの方がはるかに大きいだろうからね。ここにもヒルの人格というか、誠実さと速さに対して、紳士というか、真面目な姿勢が出てますよね。変な作戦を立てて、セナを出し抜こうって、そんな考え方よりも、きちんと一緒に仕事に取り組んで、セナからいろんなものを吸収しようというふうに思ってますよね。このインタビューは開幕前のインタビューなので、単純な速さという意味ではヒルよりもセナの方が速かったとは思いますけども、前年からさらにこの年もどんどん急成長していくデーモン・ヒルは、何しろこういう速さに対して純粋で真面目な姿勢というのがあって、それによって彼が速さをどんどん増していったっていうことが確かに今はアイルトンの方が上かもしれない。でも僕はアイルトンと同じレベルになりたいんだ。絶対にね。とにかく今は少しでも上に行きたい。自分自身を少しでも進歩させたいと、そればっかり考えているよ。やっぱりそうですね。とにかく向上心があって速くなりたいんだけど、変な駆け引きをするんじゃなくて、純粋にセナから速さを吸収したい、セナを追い越したいというふうに思っていたわけですね。前年の93年もプロストからいろんなことを学んだとは思うんですけど、この年はまた全然タイプの違うセナから、もし1年間ずっと一緒に組んで、ヒルがセナからいろんなことを学ぶことができれば、もっともっと急速にヒルは速くなることができたんだろうなというふうに私は思います。そしてこのヒルの真面目な姿勢であれば、セナはヒルとは喧嘩をすることもなく、お互い協力してやっていけたんじゃないのかなと思います。セナと一緒に戦うという経験を積むことができなかったヒルは非常にもったいなかったと思いますし、この時自分の模範とすべき速いドライバーとして君臨していたセナが死んでしまって、急に自分がエースになってしまった。世界一を自分で狙わないといけなくなってしまったという、この94年のデーモン・ヒルは本当に辛いものがあったと思います。で、ここでシューマッハのインタビューも紹介したいと思います。私はこの94年はシューマッハとヒルというのは切り離して考えることのできない2人だと思ってますので、同じくセナに対してどう思ってたのか、この94年をどのように迎えようとしてたのかというのをシューマッハのインタビューから紹介したいと思います。これはまず開幕前のシューマッハのインタビューです。今年はベネトンがワールドチャンピオンシップを獲得する現実的なチャンスがあるシーズンだとは思っていないよ。なぜならウィリアムズとルノー、それにアイルトンのパッケージがあるからね。彼らを任さなければならないけど、できるかどうか。開幕前のテストの段階からベネトンは好調だったはずですけども、あくまでウィリアムズとセナを警戒してますよね。やはりこれは前年までのセナとの戦いで、
厳しい締め付けにあったりとか、もしくは、セナというドライバーがマシンが一時的に不調に陥っても、その後開発を進めて車を速くしてしまうというのを目の当たりにしている、そういう経験から、ただ単に速いということだけでなく、1年を通して本当に手強い相手だというふうに認識してるんだと思います。で、これは開幕戦を勝った後のインタビューです。今年の流れを予想しようとするとき、いつも疑問に思うのは、一体デイモンがどれほど速くなるかということなんだ。去年、ウィリアムズには常に全開で走るとは限らないアランがいたから、デイモンがどれくらい速いのかわからなかった。でも、アイルトンはいつも全開で走るからね。前年にヒルと組んでたプロストがコンスタントにいつも速いわけじゃないので、絶対的な基準にしにくいというか、そういう意味でヒルが今どれぐらい速いのかっていうのが分かりづらかったっていうことでしょうね。だけど、この94年はヒルと組むのはセナなので、ヒルの速さが分かりやすくなると。で、今年の流れを予想しようとするとっていうことは、おそらくここで言いたいのは、セナは多少マシンが悪くてもどうにか速く走っちゃうので、ヒルも安定して速いようだったら、車そのものの性能がかなり安定してきて、車が速くなっているという判断材料になるという、そんな意味を含んでいるように見えます。それと同時に、やはりシューマッハも先ほどのヒルと同様に、絶対的な速さというか、一番の速さの基準として、やはりセナというドライバーを強く意識していることがわかります。ウィリアムズが一時的な問題を抱えているだけなのか、これが彼らの本当のポテンシャルなのか、それは今後見極める必要があるね。でも僕はウィリアムズはもっと力を出してくると思うよ。開幕戦に勝った後のシューマッハなので、もっと楽観的なコメントが出るかなと思いましたけども、やはり先ほど紹介したように、ウィリアムズとセナの底力というか、本当の力はこんなもんじゃないというのを思っているようで、一時的に戦闘力が弱いだけなのか、まだまだ見極めないとわからない、そういう感じですよね。だけどウィリアムズはもっと力を出してくると思うよ。これは先ほども言ったように、セナがどうにかして車を開発して速くしてしまうということと、これまでのウィリアムズの技術力もシューマッハはよくわかってますから、それを警戒しているということですよね。でも何しろシューマッハのドライバーとしての目線から見ても、セナは絶対的な王者というか、速さの基準であって、あくまで倒すべき目標だということがわかりますよね。先ほどのヒルと同様に、シューマッハもセナが死んでしまったことによって、突然世界一を争う主役にさせられてしまったわけです。この94年はシューマッハとヒルにとってとても辛いシーズンだったと思います。単純にどちらが速いとか、よく言われるシューマッハが卑怯だとか、そんなことではなくて、倒すべきセナという目標に対してどれだけ自分たちが挑戦できるか、どれだけ頑張れるかと思ってたシューマッハとヒル、目標をいきなり失って自分が主役にならなければならなかった。で、もちろん世界中からのプレッシャーもあります。チームからのプレッシャーもある。スポンサーからのプレッシャーもある。これはどんだけ大変かっていうのは経験した人間じゃないとわからないと思います。私たちができるのはあくまで想像するだけで、世界一の戦いを私たちはしてるわけじゃないので、わかるわけがないですよね。何しろこんな感じでヒルとシューマッハというのはやっぱり打倒セナという絶対的な速さ、絶対的な基準に対してどれだけ挑めるかっていうのを考えていたっていうことがわかると思います。はい。今回の動画は以上です。動画お久しぶりになってごめんなさい。仕事がめちゃくちゃ忙しくて時間取れなくて、また時間作って動画作りますので応援よろしくお願いします。コメントも本当にたくさんいつもありがとうございます。全部読んでますので、高評価もありがとうございます。チャンネル登録者も、着々と増えてまして、本当に感謝しております。登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひ登録してください。はい、次回も頑張りますので、はい、またよろしくお願いします。